こんばんは、不動産マフです。今日はですね、リートとは何か、メリット、デメリット、これについてですね、不動産投資家の私が、分かりやすく解説していきたいと思います。ですね、結構最近リートどうですかよく聞かれることが増えたので、初心者の方にですね、ゼロから分かりやすく、このリートについて解説していきたいと思います。で、今日の内容なんですけれども、リートとは何かっていうことですね。あと、不動産投資との違いとか、メリット、デメリット、そういったこと多分すごい気になると思うんですけども、結構ね、リート面白いなとは思うんですけれども、不動産投資とはね、全然違ったりします。そういったことをですね、すごいわかりやすく解説していきたいと思います。で、まず早速本題に入りますと、リートとは何かっていうと、不動産投資信託の、略なんですよね。で、不投資信託って覚えてる方いらっしゃるかもしれないんですけども、投資家からですね、ファンドの人が、お金を集めて、代わりにお金を運用してくれますよ。それが投資信託っていうことですね。で、それで、その何を投資するかっていうと、不動産に投資するのがですね、リート不動産投資信託。なので、投資信託の中で、不動産に特化したものっていうのは、リートっていうふうにですね、言われるよ。そういうイメージを持ってもらえばいいと思います。で、例えばお金をですね、払って、で、ファンドがですね、不動産買ってくれて、で、一株もらいましたよと。その、お金を出した割合に対して、株ですね、何パーセントのその、権利をもらえるわけですよね。で、それに対して、いろいろビルとかですね、ホテルとか買って、で、それで家賃とかをですね、収入としてこう得ますと。それをみんなに分配しますよ。そういう、ことですね。なので、この投資家たちはお金を出すだけで、あとはね、勝手にこのファンドの人とか、本当はね、もうちょっと複雑で、この運用してくれるとことかですね、いろんな、清掃してくれるといろんなとこ、あるんですけども、そういったものを、まるまるこうやってくれて、最後ね、家賃とか引いた、手数料引いたお金だけね、こうもらってくれる。そういうのがですね、不動産の投資信託、リートになります。じゃあ、リートね、どういう種類があるのかっていうと、大きく分けてですね、いくつかの、ジャンルに分かれてます。で、住宅メインのリートっていうのがあって、例えばこういうの全部住宅系を買っていくようなリートですね。なので、比較的ね、住宅だとやっぱこう、安定はしてるんですよね。なんでかっていうと、やっぱこう、人がね、住むっていうのがあるんで、住居、こう、マンションとかね、でかいマンションとか買ったりとかして、それで家賃をですね、投資家に、配る。そういう住宅系のリートがあったりとか、これね、安定してるんですけども、もうちょっと利回り高くとか言うと、オフィス系ですね、こう、オフィス系のリートとかあると、オフィスの家賃でどんどん上がっ、後継期だとやっぱ家賃どんどん上がっていくんで、収益上がるんですけども、これから多分また不況みたいになってくると、そのオフィスがね、ガラガラなったりとかですね、撤退とかなると、下がってくるんで、景気に結構左右はされやすいんですよね。そういう景気がいい時は結構ね、オフィス系のリートとか良かったりとかしますし、また、商業施設ですね。でかいね、なんかこう、イオンとか、わかんないですけど、そういう、でかい、アウトレットとか、そういうのの、リードもあったりとかしますし、また、ホテル系ですね。ホテルの、そのインバウンドの需要とかをやって、ホテル建てるために、その、物件をですね、買って、で、それから、ホテル運営会社から、お金をもらうような形式だったりとか、あと、物流系倉庫とかですね、あったりとかします。で、あとこういうのをね、ミックス、いろいろ混ぜこで、住宅とオフィスやってるよとかですね、いろんなことやってるリートもあったりします。なので、一概にリートって言ってもね、その何になるかっていうのが、全然変わってきます。で、今直近この2020年3月とかで言うと、ホテル系のリートがですね、今外国人の方とか観光客いなくなってるので、まず一番ホテル系が今リート下がってますね。暴落してる。ちょっと今利回り高くなっちゃってるんですけども、これ、今後退去とかあったりすると、家賃がもらえなくなるとね、配当も出なくなったりするので、ちょっと安いからといって安易に突っ込むとやばいかもしれないので注意は必要ですね。なので、そのジャンルによってね、全然ちょっと微妙に違うと。で、一番やっぱ安定したのは住居だなっていうふうに、個人的にはね、思ってますね。全てリスクがあるんですけども。じゃあ、リートね、どうやって価格決まるんでしょうかっていうところなんですけども、これ株と一緒で、東証で普通に売買されてて、完全にね、需要と供給で決まるんですよね。なので、これドルと円のですね、その価値とかと一緒で、その買いたい人とですね、売りたい人、例えばこれ一株だとすると、一株1万円、少しでも買いたい人は安く買いたいんで、1万円で買いたいよとか、9990円で買いたいよとかですね、少しでも安く買いたいっていう人がバーッと並んでると、いくらで買いたいっていうのがあって、で、売りたい人は少しでもね、高く売りたい。1円でも高く売りたいっていうんで、この価格で売りたいよっていう風に並んでるんですよね。で、もし、もうこのペンギンさんがもうちょっとでも早く売りたいと、1万円でもいいから売りたいってなると、ここで売買が成立して価格が1万円になると。でさらに売りたい人が多くって、もう9990円でいいやっていう風になると、どんどんこう価格が下がっていく。逆に買いたい人が多くって、もうなんか1万10円でも1万20円でもいいからもう欲しいよって言って、こういう買っていくとどんどん価格が上がっていくっていう風になるんで、これ絶対覚えてください。需要と供給でね、株価っていうのね、決まるんで、
なのでもうその物件がどうこうとかなんだこうだってあるんですけども、もう結論としてはもう欲しい人とか売りたい人の差で決まるんですよね。で、こっからですね、具体的にじゃあリートの、仕組みっていうか、解説すると、これ、一つ別にこれ進めるわけでもないんですけど、森ヒルズリート投資法人とかって、これね、六本木ヒルズとか、森ビル系の、リートですね、虎ノ門ヒルズとか、そういうのの、一部にこう投資して、そこから配当金もらうよみたいな風にやってますね。結構有名っちゃ有名ですね、比較的。で、結構都心の一等地になって、で、配当金っていうのはですね、これ、2010年から、多分家賃がどんどん上がっていったんでしょうね。六本木とかのそのリーマンショック後に。なので、1500円とかからどんどんですね、一株あたりの配当金が、どんどん増えていって、これ、半年に1回もらえるんですよね。で、直近だと2883円ですね。配当金、分配金が、もらえるっていうことですね。でこれの2倍が年間もらえるんで、だいたい、5000ね、5、600円ぐらいが年間もらえると。で、1万4、14万500円なんですよ。14万5千円なので1株が。なので、それの、6000分ぐらいがだいたい 4% ぐらいの配当ですね、ヒルズ投資法人は。なので、これはもう、結局のところ、森ビルとかがガラガラになっちゃったりとか、万が一ですよ、森ビルとかガラガラになってテナント入れないよっていう風になっちゃったりすると、多分この分配金がですね、下がっていったりとか、家賃が下がっていったりすると、こう下がる。そういうですね、リスクはあるんですよね。でそうして、この分配金が下がると、さっき言ったみたいに、この、欲しい人っていうか、売りたい人が多くなって、で、価格が下がっていく。そういうことですね。で、もし、今後、もっともっと家賃上がって土地の値段も上がるよっていう風になっていくと、買いたい人が増えていって価格が上がっていく。そうやってですね、この価格がですね、今、ちょうど今日ですね、14万5千円ぐらいだったんですけども、それが決まっていくっていうんで、本当に株にほぼ近いようなイメージですね。他にもですね、これジャパンリートっていうサイトから、引用してるんですけれども、むちゃくちゃ60銘柄ぐらいリートっていろいろあるんで、一番、時価総額というか資産規模大きな日本ビルファンド投資法人で1兆1000億とかね、野村不動産マスターファンド投資法人とか、ジャパンなんちゃらとか、むちゃくちゃいっぱいリートあるんで、その中からですね、一番いいものを、買うっていうのがいいかなって思ってます。利回りとかね、で、ここに物流施設型とか、事務所主体とかですね、複合型、住居主体とかいろいろあるので、それをですね、で、実際にそのリートが何の物件持ってるかっていうのもね、3つも、その、決算書とか見ると書いてあるんで、そういうのですね、目論見書ですね、見るとわかりますと。じゃあ、リートのね、メリット、デメリットって何なのっていうのを解説していきます。で、リートのいいところ何かっていうと、結局ね、買った後何もしなくていいんですよね。これ株も一緒なんですけども、買った後別にね、自分でなんかこう管理会社電話してどうこうとか、何もしなくてよくって、お金出したらあとは勝手に不動産買ってくれて、すでにある不動産をですね、やってくれて、で、家賃をですね、こう勝手にもらえるっていうんで、むちゃくちゃ楽っちゃ楽ですね。何もしなくていいっていうか何もできないですね。で、あとは超一等地にね、保有可能っていうんで、さっきのね、六本木ヒルズとか、そういう森ビルね、ところのリード法人買うと、その六本木ヒルズとかのほんの一部の権利がもらえるみたいな、そういうイメージですね。なので自分でね、買おうと思っても六本木の物件なんか買えないんですけども、リートを買うことで、間接的に、ちょっと一部を保有しているような感じにはなるってことですね。で、流動性が高いっていうのはね、これね、かなりリートいいところで、さっき言った東証っていうところですね、もうバンバン売り買いされてるんですよ。なので、いざとなったらもういいやと思ってね、換金性が高いっていうことですね。逆に不動産だと、すぐね、自分の、例えば家売ろうと思ったらもう、やっぱね、2、3ヶ月とか半年とか、価格が安くすればすぐ売れるんですけども、そこそこの値段で売るんだとしたら、ちょっと長くなってしまうっていうのがあるんで、売却するまではね、ちょっと不動産に対すると、リートはむちゃくちゃ流動性高いですね。で、配当金、税率大体 20% なので、そんなにね、税率、その累進課税とか、不動産とかだとね、個人だと累進課税どんどん 55% まで上がっていっちゃうんですけども、配当はね、かなりこの安いですよってことですね。で、不動産投資より株に近いイメージがあります。じゃあ、リートのデメリット何っていうと、これはですね、さっき言ったみたいに価格がですね、下がる可能性があると。本当に日々ですね、売買されてるんで、売りたい人が多くなれば下がるし、買いたい人が多ければ上がっていくってことで、これね、かなりダイナミックに動いてます。で普通のね、不動産とかもね、持ってる、自宅とかね、マンションとか持ってたとして、価格がね、10年後に倍になった、半分になったって話はあると思うんですけども、でもそれはね、リアルタイムにバンバン見えて動いてるわけじゃなくって、その一人が買ってくれたらその値段に決まるっていう感じなので、これかなりリアルタイムに不動産としては面白いかなと思います。あとデメリットになるかもしれない。自分でじゃあ利回り上げるために家賃交渉して上げてこようとか、そういうのはね、ほぼ何もできないですと。投資家としてできることはないですよってことですね、ほとんど。
で、家賃が下がってしまったりとかすると、もちろん分配金が下がってしまう可能性があると。ホテルとかで言うと、ホテル運用会社倒産とかですね、辞めてしまったとか言って空いてしまえばですね、そうするともう分配金は全く入らなくなってしまうっていう風にあるんで、住居に関しても、住人がですね、みんな退去してしまったとかですね、あとは大規模修繕とかで何億円もかけてね、塗装したりとかお金かかったりとかすると、分配金下がったりしますと。なので、株に近いですねっていうので、これがね、東証リート指数っていう、さっきいっぱいバーッと出てたリートのですね、東証の平均値みたいなやつなんですけども、今まで2月21日にですね、2200円ぐらい平均的、これ東証、日経平均みたいなもんだと思ってもらえばいいんですけども、2200円つけてたのはバーッと下がって一気にですね、1ヶ月で1100円ぐらいの半分ぐらいになってしまったっていうんで、こういうなんか景気にかなり結構敏感だったりするんで、こんなに下がってないね、住居系のやつとかそこまで下がってないんですけども、いろいろこう、ひっくるめた指数で見ると、半分になったよと。そこから一回反発してですね、1600円ぐらいですね、今、っていうところまで来てます。だから今後どうなるかっていうのはわからないにしても、こういうふうに結構不動産だから安心だと思ってても、バーッとなんか不景気みたいになるともう一気に下がる可能性がある。で、結構リートはすぐ下がるんで、いろんなね、銀行とかバーッと一斉に売ったりすると、もう売られすぎになったりする可能性もあるんで、こういうのはね、抑えておいた方がいいと思います。で、もうちょっと長期期間、リーマンショック前から見ると、リーマンショック前はね、2600円とかつけていて、で、それがですね、リーマンショックで1年後にですね、683円までリートして下がってるんで、この時ね、4分の1ぐらいになってるんですよ。だから今も、もしこのコロナショックがですね、起こったとして、どれぐらいまで下がるかわからないんですけど、もしかしたらリーマンショック級だとすると、4分の1ぐらいになる可能性はですね、ゼロではないかなっていうふうに思ってます。で、ここのですね、東日本大震災以降、アベノミックス相場に乗って、ずっとこう上がってきたみたいな。で、ここ上がったのが一気にこう下がっちゃったよ。そういう指数になってるんで、結構ですね、値動きがそこそこ激しい場合もあると。じゃあ結構よく聞かれるんですけど、不動産投資、リートどう違うのとかね、どっちがいいのとか、よく聞かれるのですね、ちょっと解説しておきますと、これね、全然違いますね。もう、100% 違うっていうぐらいなので、全く違うんですよ。で、不動産投資とリート何が違うかっていうと、やっぱ銀行融資が使えないんですよね。リート買うから銀行からお金貸してくれみたいなのはですね、絶対ダメなんですよね。投資に使えないので。ただ不動産だと事業なので、不動産賃貸業として銀行から融資を受けて不動産買うことができたりするんで、レバレッジはかけられるんですよね。あとは、不動産は自分でね、全部やらなきゃいけないっていうのがあるので、結構やっぱこう事業ですよね。投資っていうよりかは僕はもうビジネスだと思って、普通に喫茶店オープンするのとかね、そういうイメージに近いですね。で、もう本当にリートはですね、株式投資のイメージで、買ったらあとは全部お任せでやってもらって、儲かった分を分配してもらうみたいなイメージなので、その投資の対象がたまたま不動産っていうだけなので、不動産投資とはね、全く違う感じですね。なのでこっちの方がね、リートの方が気軽に買えるかなっていうんで、もし、今後、家賃だとか、不動産の価格とか地価とかがね、むちゃくちゃ上がるよって予想したら、その選択肢の一つとして、こういうリートを買うっていうのはありなのかなと思うんですけども、でね、不動産投資だと思ってリートっていうと、ちょっとなんか全然、土俵が違うかなっていうふうに思ったりしてます。でも、不動産が上がるんだとした場合に一番気楽にね、買えるっていうのはリートかもしれないですね。でね、全然別物ですっていうんで、そこはですね、考え分けた方がいいかもしれないですね。で、ちょっと具体的に、融資使った場合と使わない場合とかで、1000万円、もし1000万円やったとして、リートに全額突っ込んだ場合と、それを銀行融資して不動産買った場合とかちょっと比較してみると、年利、例えば 5% のリートを買ったとしたら、年間50万円のですね、配当金がもらえますと。なので、これだけだと生活はもちろんできなくって、それにね、税金かかるんで 20% ぐらいかかるから、大体、年間40万ぐらいですね、手元に残るかなっていうところですね。なので、1000万円がリートに変わって、毎年ですね、税引き後に40万円残るかな、みたいな感じです。これは不動産だとどうなるかっていうと、買う物件によるんですけども、銀行から融資を受けて、1000万円の物件を買ったとしましょうと。で、利回りが例えば 10% ぐらいとして、返済とかね、全部その家賃払った後に、手元にですね、税引き前で 3% ぐらいですね、残るとした場合、こうなるとどうなるかっていうと、大体本当不動産投資 3% 残るとむちゃくちゃいいっていうふうに言われたりとかしますね。ちょっと前だと 2% とかね、もちろん融資期間とかいろんなパラメータいるんで、これね、本当超一例なので、これ別になんかこう、これで目安でもなんでもないんですけど、一般的には 3% あればいいって言われたりしてますけれども、そうすると、1億円の物件買うと大体年間300万ぐらい残りますよってことになるんですよね。
なので、全然ですね、こっちの50万円よりかは300万円の方がですね、レバレッジがむちゃくちゃかかってると。さらに、返済も進んでいくんで、物件のですね、返済も進んでいくっていうことで、借金も減っていく。そういうイメージですね。なので、手元にお金が残りつつ、借金が減っていく。それがね、不動産投資いいところであって、で、オーバーローンっていうのを使うと、諸経費も何も関わらずに物件買えたりとかするので、本当手元に1000万円残したまま1億円の物件がですね、何も1円も出さずに買うっていうことがですね、できます。自分もそういう買い方してて、結構手元にお金残したままですね、不動産買っていって、で、家賃がもらって、で、いろんなもの払っていって、返済が減っていく。そういうことをやってますね。なので、結構リートとね、全然やっぱ違う。で、こっちはね、本当自分で不動産投資、ビジネス、企業みたいなものなので、こっちはなんか誰かが勝手に埋めてくれるんですけど、入居者を。こっちはもう自分でやらなきゃいけないのでですね、こっちはこっちでかなり大変だし、なんかあった場合は自分がですね、その借金1億円を返済するしかなくなってしまうってことですね。もう全然違いますよってことで、融資を受ける分不動産投資の場合リスク大きくなるし、知識もですね、より必要になるんで、ちょっと全然ですね、別物っていう風に、思っていただいた方がいいかなっていうか、僕自身は全然別物と思ってますね。なので不動産投資はビジネスっていうイメージで、リートは、投資信託っていうイメージですね。株っていう、そういう感じですね。じゃあ、リートをどうやって買うのってね、もし、欲しいよっていう方はね、ちょっとぜひ検討してみてほしいんですけれども、普通にね、証券会社に口座開けばリート買えますんで、ネット証券ですね、どこでもいいんですけども、買えばですね、口座開けば買えます。で、例えば僕だと SBI とか楽天証券使ってるんで、もしね、開きたいよって人は詳細欄貼っとくんで、よかったら開いてみてください。で、例えば安い銘柄だと1万5千円ぐらいからですね、購入可能なので、大体ね、さっきのね、森ビルとかも15万ぐらいだったんで、10万円台が多いですね。それぐらい買うと、配当がですね、5%とか、ものによるんですけど、それぐらい、年に2回来て、年間で 5% ぐらいの配当がもらえるかな。そういう感じですね。で、個人的にはね、今もう、もし、さらにリーマンショックぐらいまで下がったら、リート買ってもいいかなとかちょっと思ってますね。これね、自己責任で、お願いします。もしかしたらここからリート上がるかもしれない、下がるかもしれない。これ誰にもわからないことなので。で、もし不動産投資とか興味ある人は再生リストで不動産投資の基礎っていうね、これ初心者向けに分かりやすく作ってるんで、ぜひ見てみてください。あと、不動産投資のね、YouTube 動画をまとめた再生リスト。これちょっと中上級者向けのやつなんですけど、こっちも全部見ると、かなりね、勉強になると思うんで、ぜひ見てみてください。あと、株やってみたい人はね、株式投資の基礎と、あとお金の授業っていう再生リストも作ってるんで、これも詳細欄貼っとくんでよかったら見てください。あと、モフウォッチでね、サブチャンネルやってます。で、リート、まとめなんですけれども、リートとは、不動産のですね、投資信託ってことで、ほぼですね、株に近いかなっていう、そういうイメージですね。で、流動性が高くてですね、売却しやすいんで、気軽に買えて気軽に売れるよってことですね。で、少額から、開始できて、いい立地のところも買えたりするんで、ほんの0.00 何%持ってたからといってね、それが自分のものかっていうと、そういうわけではないかもしれないですけど、考え方によるんですけどね。でもいい立地に、間接的に持つとことがね、できる。そういうイメージですね。ただ、価格が下落することもあるということで、今回みたいにいきなり半額になったりとかね、するケースもあるし、配当金がね、出なくなる可能性もあるんで、そういうこともリスクとしてもちろんあるんで、投資である以上、それはですね、買う前によく検討してみてください。で、不動産投資とは全く違くって、特に融資ですね、銀行融資と違うっていうところがあるので、ぜひですね、リード興味ある人は、いろいろ調べてみて、いいなと思ったもんね、買うっていうのは全然ありかもしれないです。1万円ぐらいからね、間接的に不動産投資始めれると思ったらですね、ありなのかなと思ったりもします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったらですね、高評価いただけると嬉しいです。で、このチャンネルはですね、経済ニュースとかリート、不動産投資、役立つ情報を発信しているんで、よかったらぜひですね、チャンネル登録をお願いします。またですね、役に立ったらコメントとかですね、あと学んだこととか、コメント書いていただいたり、あとツイッターでね、シェアしていただけると嬉しいです。また最近インスタとフェイスブックページとかもね、やってるんで、ぜひフォローしてみてください。詳細欄貼ってます。どうもありがとうございました。ウェイ。ちょっと髪がモフモフしてきたんで、ちょっと髪切りに行かなきゃいけないですね。バイ。